こんにちは。今回は高校生が朝起きてから夜眠るまでどのように一日を過ごしているのかをご紹介します。忙しい毎日ですが、その中にも楽しい時間があります。私は高校に通っています。朝、目が覚めたら、まず歯を磨いて、鏡の前で身だしなみを整えますが、朝はまだ眠くて、頭があまり働いていません。朝はあまり食欲がありませんが、何も食べないまま学校へ行くと、1時間目の途中で、お腹が空いてしまいます。そのため、簡単な朝ごはんでも食べるようにしています。少しだけ休もうと思ってスマホを見始めたのに、気づいた時にはかなり時間が過ぎていました。朝は忙しいはずなのに、つい動画やメッセージを見てしまいます。のんびりしていたせいで準備がなかなか終わらず、お母さんに早くしなさいと怒られてしまいました。毎朝同じことを繰り返している気がします。時計を見て急に焦りながら鏡の前で髪や制服を整えます。朝は時間がないので、気づくといつも急いで家を出ることになっています。筆箱や教科書をカバンへ入れて、忘れずに持っていくものを確認します。毎日同じ準備をしているはずなのに、朝はいつも少し慌ただしく感じます。駅へ着くと、同じ制服を着た学生たちがたくさんいます。改札を通っていつもの電車に乗ると、これから学校が始まるという気分になります。家を出る時間が少し遅かったので、遅刻しそうになってしまいました。学校へ間に合うように、駅までできるだけ早く走りました。授業が始まる前の教室は、まだ静かで眠そうにしている人もたくさんいます。友達と話している人もいますが、ぼんやり窓の外を見ている人もいます。英語の授業では、覚えなければならない単語が多く、単語テストも頻繁にあります。授業中に集中して聞いておかないと、後でかなり苦労します。大事だと思った内容は、後で復習しやすいように、丁寧にノートへ書いておきます。急いで書いた字は、自分でも読めなくなることがあります。理科の実験では、実際に手を動かしながら学べるので、普通の授業とは少し違う楽しさがあります。失敗しないように、説明をしっかり聞くことも大切です。みんなの前で発表するときは、今でも少し緊張してしまいます。頭の中では分かっていても、人前で話そうとすると、急に言葉が出なくなることがあります。体育では、空手の練習をしています。最初は難しく感じましたが、何度も練習しているうちに、少しずつ動けるようになってきました。午前中の授業が終わる頃には、かなりお腹が空いています。お昼休みになると、みんなすぐに席へ座って、昼ご飯を食べ始めます。休み時間には、友達と集まって何気ない話をしています。授業のことだけではなく、ゲームや動画の話で盛り上がることもよくあります。休み時間の後、本を読みながら、次の授業の内容を軽く確認します。予習をしておくだけで、授業がかなり理解しやすくなると感じています。友達に会うと、自然に会話が始まり、気づくとかなり長く話してしまうことがあります。くだらない話でも、学校生活では大切な時間だと思います。放課後は、
バスケットボールの練習があります。授業の後で疲れていても、練習が始まると自然に体が動いてしまいます。練習が終わる頃には喉がカラカラになっています。その時に飲む冷たい水は本当に生き返ったように感じるほどおいしく思えます。家に帰るとまず制服を着替えてからカバンを部屋へ持って行きます。毎日ほとんど同じ流れですが、自然に体が動くようになっています。部活の後でお腹が空いているので、家に帰るとカップラーメンを食べることがあります。簡単に作れるので、時間がない時にはちょうど便利です。休みたい気持ちはありますが、その後机に向かって宿題や復習を進めます。後回しにすると、後でさらに大変になると分かっているからです。宿題が終わった後は、少しだけゲームをして過ごします。長く遊びすぎないように気をつけていますが、睡夢中になることもあります。顔を洗うと、そろそろ寝る時間だという気持ちになります。一日が終わる頃には、体もかなり疲れていて、早くベッドに入りたくなります。夜はパソコンを使って音楽を作ったり、好きなことをしながら過ごしています。学校や部活とは違う自分だけの時間を楽しんでいます。一日が終わってベッドを整えると、やっとゆっくり休める時間がやってきます。明日もまた早いので、今日はもう眠ろうと思います。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は高校に通っています。朝、目が覚めたら、まず歯を磨いて、鏡の前で身だしなみを整えますが、朝はまだ眠くて、頭があまり働いていません。朝はあまり食欲がありませんが、何も食べないまま学校へ行くと、1時間目の途中でお腹が空いてしまいます。そのため、簡単な朝ごはんでも食べるようにしています。少しだけ休もうと思ってスマホを見始めたのに、気づいた時にはかなり時間が過ぎていました。朝は忙しいはずなのに、つい動画やメッセージを見てしまいます。のんびりしていたせいで、準備がなかなか終わらず、お母さんに早くしなさいと怒られてしまいました。毎朝、同じことを繰り返している気がします。時計を見て、急に焦りながら、鏡の前で髪や制服を整えます。朝は時間がないので、気づくといつも急いで家を出ることになっています。筆箱や教科書をカバンへ入れて、忘れずに持っていくものを確認します。毎日同じ準備をしているはずなのに、朝はいつも少し慌ただしく感じます。駅へ着くと、同じ制服を着た学生たちがたくさんいます。改札を通っていつもの電車に乗ると、これから学校が始まるという気分になります。家を出る時間が少し遅かったので、遅刻しそうになってしまいました。学校へ間に合うように、駅までできるだけ早く走りました。授業が始まる前の教室は、まだ静かで眠そうにしている人もたくさんいます。友達と話している人もいますが、ぼんやり窓の外を見ている人もいます。英語の授業では、覚えなければならない単語が多く、単語テストも頻繁にあります。授業中に集中して聞いておかないと、後でかなり苦労します。大事だと思った内容は、後で復習しやすいように、丁寧にノートへ書いておきます。
急いで書いた字は自分でも読めなくなることがあります。理科の実験では実際に手を動かしながら学べるので、普通の授業とは少し違う楽しさがあります。失敗しないように説明をしっかり聞くことも大切です。みんなの前で発表するときは今でも少し緊張してしまいます。頭の中では分かっていても、人前で話そうとすると急に言葉が出なくなることがあります。体育では空手の練習をしています。最初は難しく感じましたが、何度も練習しているうちに少しずつ動けるようになってきました。午前中の授業が終わる頃にはかなりお腹が空いています。お昼休みになるとみんなすぐに席へ座って昼ご飯を食べ始めます。休み時間には友達と集まって何気ない話をしています。授業のことだけではなく、ゲームや動画の話で盛り上がることもよくあります。休み時間の後、本を読みながら次の授業の内容を軽く確認します。予習をしておくだけで授業がかなり理解しやすくなると感じています。友達に会うと自然に会話が始まり、気づくとかなり長く話してしまうことがあります。くだらない話でも学校生活では大切な時間だと思います。放課後はバスケットボールの練習があります。授業の後で疲れていても練習が始まると自然に体が動いてしまいます。練習が終わる頃には喉がカラカラになっています。その時に飲む冷たい水は本当に生き返ったように感じるほどおいしく思えます。家に帰るとまず制服を着替えてからカバンを部屋へ持っていきます。毎日ほとんど同じ流れですが、自然に体が動くようになっています。部活の後でお腹が空いているので、家に帰るとカップラーメンを食べることがあります。簡単に作れるので、時間がない時にはちょうど便利です。休みたい気持ちはありますが、その後机に向かって宿題や復習を進めます。後回しにすると、後でさらに大変になると分かっているからです。宿題が終わった後は、少しだけゲームをして過ごします。長く遊びすぎないように気をつけていますが、睡夢中になることもあります。顔を洗うと、そろそろ寝る時間だという気持ちになります。一日が終わる頃には、体もかなり疲れていて、早くベッドに入りたくなります。夜はパソコンを使って音楽を作ったり、好きなことをしながら過ごしています。学校や部活とは違う自分だけの時間を楽しんでいます。一日が終わってベッドを整えると、やっとゆっくり休める時間がやってきます。明日もまた早いので、今日はもう眠ろうと思います。